宇宙人と太古の英知を霊視してみた in エジプト。はい、皆さんこんにちは。現実派霊能者モッチーこと望月彩香です。先日エジプトに行ってきたんですけれども、ピラミッドに行ったらある場所で霊視をわざわざ別にしたわけじゃないんですけれども、ちょっと見えてきたビジョンっていうのがあったので、それについて今日はお話ししたいと思います。すごい。これはまず私が訪れたところは有名なギザのクフ王のピラミッドというこれは石灰岩の石です。この石灰岩は砂漠から出されました。その隣に太陽の船という出土しましたよっていう資料館みたいなのが、ここ面白そうだね、なんかよくわかんないけど行ってみようかっていう感じで、全く予備知識もないまま行ってみました。チケットを買って靴に靴カバーみたいな麻袋みたいなのを履きまして、中に入るっていう感じなんですけれども、中にはただの船、木の船があって、これなんだよみたいなね、なんかでもここまで厳重に警備とかもされていたし、なんかすごい重要なねあれなのかななんて言いながら、連れの友達と一緒に船を眺めてたんですよね。展示されている。そしたらあるビジョンが突然浮かんできました。それを見た後にちょっと忘れないように自分のメモ的な意味で携帯のカメラでね撮ったメモ VTR があるので、それを見ていただくんですけれども、多分それを見てもちょっと私の興奮みたいなのも手伝って意味がよく分かんないかなっていうのがあるとは思うんですけれども、ちょっとどんな感じなのか見ていただきましょう。ただいまギザのピラミッドにおります。はい、太陽の船に行ってまいりました。ずっと船を見てたら、なんかこうビジョンが浮かんできたのが、まず手をこう組んだ王様、男性のね王様が寝てるイメージで、その船をみんなになんか明らかに、人間じゃない人が指示して、でも人間じゃないことは気づいたよね。当時の人に気づいてなくて、いろんな設計図を書いて指示してどういう風に作るかとかっていうのも全部指示する人がいるわけよ、ね。でその人は多分人間じゃないか未来人か宇宙人かの何かで、その船はもう全然その人からするともう私たちが料理作るぐらいの勢いで超簡単なことなんだけど、でも文明が発達してない時期だからみんなができる限界のこと、もうギリギリのすごいやつをやらせて、でその王様を船に乗せて、川だか海だか分かんないけど水に出港させてるのね、船をね。でその人となんか数人もう絶対関係者だろうってやつしか乗ってなくて、でそれだとすごいなんかいろんな道具だったりとか、なんかちょっと宝石だったりとか、なんか埋葬するのに使うものを積んで、結構ねなんか人数が少ないイメージだね。でその出港して、みんなは出港して、出港したなってなって、じゃあ多分船着き場に下ろしてみんなね手で運ぶんだろうなと思うじゃん。そこがビジョンを見せられなくって、シークレットなんだけど、ありえない、当時ではありえない方法でそのまま陸地を、しかもちょっとこう山っぽくなってるじゃん、ここなのに。はい、VTR を今見ていただいたと思うんですけれども、あんまりよくわかんなかったかなと思うんですけれども、これをちょっと細かく解説しますと、まず出てきた宇宙人みたいな人っていう話がありましたよね。その宇宙人っていうのは、身長が185センチから190センチぐらいの結構高身長のイメージですね。全体的に白い感じで、ちょっとオーラとかも多分白い感じなのかなっていうね。なんかもうとにかくイメージが白。さらっとしたこう、つるっとしたようなね、服を着ていて、髪はちょっと長い、この肩ぐらいまであって、それもつるんとしたような感じなんですよね。で顔は残念ながら見えません。で肩幅とかも狭くて、首も長くて、手もこうなってるんですけど、腕がすっごい長いんですよ。人間よりも多分長いんじゃないかなっていう感じで、すっごい腕が長いで細い。年齢的には印象は30代ぐらいまで、私と同じぐらいかなっていうような感じの男性ですよね。その謎の宇宙人が、船に乗ってるんですけど、ビジョンはね、そこの統括者というか先導しているような感じです。全部指示とかも出してるのもその方なんだろうなっていうイメージですね。ポジション的には側近、日本で言ったら聖徳太子の摂政みたいな、もう結構いいポジションで、指示とかも全然出せて、
王様にもそれこそ助言ができるようなポジションの方なんですけど、もしかしたらその人が歴史から消えてる可能性もあるかなっていうのは思います。あるいは歴史上いたかもしれないですけど、描写が変わっていたりとか、この宇宙人的な部分っていうのは伝わってないはずだと思います。なぜなら伝えないようにしているので。この方がね、人間の王様についてですけど、この王様っていうのは目を閉じてて、寝ている、寝かされているというか寝ているというかね、でこう手を組んでいるんですよね、こういう風にして。でなんか棺に入ってます。木の棺で何の絵とかも描いていない巣の木なんですけど、結構それがまたいい木っていうかね、なんかこう職人の手彫りじゃないですけど、すっごいいい感じで棺なんですよね。でその周りにはすごい大きな葉っぱのついたツタ植物がね、ぐるぐるになってこう絡まってるんですよね。でそれはですね、泉質っていうのかな、小屋の形はちょっと見えなかったんですけれども、その展示されていた小屋の形はただの四角い感じだったんですけど、絶対それではないんですよね。なんかちょっと丸い雰囲気はあったんですけど、ちょっと確実には見えなかったんですね。でその泉質、小屋みたいなところがあって、そこに棺が収まってるんですけど、なぜか長さがこう足りないわけじゃないんだけれども、棺の頭の部分だけなぜかこう飛び出してるんですよ、泉質から。そして泉質に何が入ってるかっていうと、宝石だったりとか工具だったりとか、ドラクエの宝箱みたいなね、箱類だったり、その中にちょっと宝石が見えたりとか金が見えたりっていうのがありました。でその、船に乗っている乗組員なんですけれども、これは10人以内なんですよね。そういう宇宙人なのか人間なのかちょっとわからないです。でこの船が何でできたかっていうと、宇宙人さんが設計図を作ったりとか、当時の人にも分かりやすいような形ですっごいね、こうまるでパズルを組み立てるかのように、材料をこれを作ってください、こういう風に組み立てますっていうのをすっごい簡単にその当時の人でもできるような形で指導したりとかっていうのはすっごいうまかったんだろうなっていうのが浮かんできて、それを組み立てた人たちっていうのは当時の、普通に船作る人とかね、作業する人たちなんですけど、それで船が完成しました。そうなった時に、基地から出港しますよね。で出港する時にみんな作業した人とか、その船をね携わった人たちっていうのはもうそこで見送るだけなんですよね。乗組員たちもオールを漕いで漕ぎ出しました。でそこで見送った人たちっていうのはそこまでしか見てないので、その船の秘密っていうのは多分知らないと思うんですよね。でなぜかわかんないんですけど、見えなくなってからでしょうね。その10人の人は知ってるのかもしれないんですけど、なんかよくわかんない方法でねワープしてるのか、それは分かんないんですけれども、陸地に上がって、陸地の後もピラミッドまで進むのに、乗組員たちは降りないままに船丸ごとそこについているっていうのは、もうこれはもうなんかすごく明確に伝わってきたんですけど、その内容自体は残念ながらシークレットで伝わってはきませんでした。でピラミッドの近くに到着した船なんですけど、その船がどうしてピラミッド近くから出土したのか、実はそれは埋められてるんですよね。意図的にその宇宙人さんの指示で埋められているんですね。でそれはなぜなのか、次の動画で明かしていきたいと思います。